今回はクライスラージープレネゲードの試乗です。ディーラーの市場では体験しづらい高速道路と山坂道をメインに約300キロ走ってきました。すべて自費でレンタカーを借りることで本音のレビューをしていますので、ぜひ最後までご覧ください。今回はクライスラージープレネゲードリミテッドグレードの試乗です。このリミテッドグレードはフロントエンジンフロントドライブ、つまり前輪駆動で、パワートレインは 1.3 リットルの4気筒直噴ターボエンジンと乾式クラッチの6速デュアルクラッチトランスミッションの組み合わせです。プラットフォームとパワートレインはフィアット社製で、兄弟車はフィアット 500X、生産もイタリアの工場がメインですから、基本的にフィアットが作った車と捉えて良いでしょう。いわゆる B セグメントと言われるクラスの SUV なんですが、背が高いため少々大きく見えます。全長はヤリスクロスとキックスの中間くらい、幅はベゼルより 1.5 センチ大きい程度なので、日本の道でも扱いづらくはないサイズ感です。この FF モデルは 4WD モデルより最低地上高が3センチ低くなっていて、フロントバンパーの形状も異なります。そんなオンロード向きのグレードとはいえ、ジープの原点であるウィリス MB をリスペクトしたというデザインは、一目でジープとわかる特徴的なものです。ただ思うのは、乗り心地の硬さや直進性の低さまで往年のジープをリスペクトする必要はなかったのではないかということです。まず乗り心地ですが、当たりが強くてゴツゴツとした少々武骨なものです。目地段差での衝撃はなかなか大きく、道路の継ぎ目では大きなショックを乗員に与えます。ボディとサスペンションの剛性が高いので、そこまで不愉快にはなっていないんですが、安楽とか快適といった類の乗り心地ではありません。サスペンションのストロークは豊富に確保していることでしょうから、もう少しサスペンションをよく動かしてしなやかな乗り心地にできるんじゃないかと思うんですが、なぜあえてこういうセッティングにしたのかはちょっとわかりません。そして高速域での直進性ですが、そもそも車の素性としてまっすぐ走りません。気を抜くとあっちへフラフラ、こっちへフラフラします。原因としてはサスペンションの設計もですが、空力の問題もあるのかなと感じます。困るのは中立付近から少しステアリングを切り込んだところで操舵力が重くなるので、細かい修正がしづらいことです。しかもこのステアリング、少し切ろうとすると重くなるんですが、そこからさらに切ると今度は軽くなります。どうしても微調整が難しくてフラフラしがちです。操舵支援システムもないですし、現代の基準で考えると高速道路を長く走らせるのは安楽な方ではありません。一方でパワーは十分です。1.3 リットルのターボといっても最高出力は151馬力ありますし、最大トルクは 27.5kg メートルと 2.5 リットルから3リットルの自然吸気エンジン並みなので、全く不足を感じません。合流加速を見ていただくとこんな感じです。一つ付け加えると、加速は十分なんですが、アクセルペダルを大きく踏み込む設定になっているので、レスポンスが悪く感じるかもしれません。トランスミッションの制御も割と雑なので、加速したいなと思ってからワンテンポ加速が遅れることは覚えておいた方が良いでしょう。それからこのエンジン、4気筒ということもあってか、高速巡航中はなかなか静かです。ロードノイズの遮断も上手で、路面の舗装状態の変化による騒音の変動が比較的少ない印象があります。ただ、車体が角張ったデザインなので、風切り音は小さくありません。A ピラー付近からそれなりの大きさの風切り音が聞こえてきます。
時速 100km で走行中の車内の音圧を計測したところ 63.5 デシベルほどでした。このクラスの SUV としては十分静かです。ただ、風が強い日は一気に騒音が高まる可能性もあります。ちなみに高速道路を走っていて気になったことが2つあります。1つはウインカーレバーの動作が重い上にレバーがしなる感じで扱いづらいことです。他の車に比べて力がいるので車線変更のたびに気になりました。もう一つはアダプティブクルーズコントロールと普通のクルーズコントロールの両方のボタンがステアリング上に配置されていることです。アダプティブクルーズコントロールだと思って通常のクルコンを使ってしまって怖い思いをする可能性もないとは言えません。これを別々にするメリットはないんじゃないかと思うんですが、もしご存知の方がいらっしゃればコメント欄で教えてください。ジープレネゲードで一般道を走っています。前進している分には視界はなかなかいいです。フロントウィンドウが天地方向に短いので開放感こそありませんが、高い位置に座れることもあって見晴らしはいいです。A ピラーはかなり太いですが角度が立っているので死角は多くありません。何よりボンネットを常に目視できるので安心感があります。ただ、ボンネットよりフェンダーが出っ張っていることもあって、見切りがいいかと言われるとそうでもありません。幅寄せはしやすい方ではないので、注意が必要です。それから、斜め後方の視界はよくありません。D ピラーが太すぎます。こうなると、後方視界はバックカメラに頼りたくなるんですが、純正のバックカメラは映る範囲が広くない上に映像がぼやけて黄色っぽく、かなりいまいちな出来です。一般道での乗り心地はやはりゴツゴツしていて、舗装状態が良くない道では上下にずっと揺さぶられている印象です。4、50キロで流れる郊外の一般道があまり快適ではありません。ボディの剛性感が高いですし、サスペンションもがっちりしているので変な動きや振動はないんですが、とりあえず当たりが強いのが気になります。こういった乗り心地はオフロードを意識してのことかなとも思ったんですが、 FF モデルに関してはおそらくそうではありません。例えばこの車、最低地上高が17センチしかないんです。エンジンからマフラーにつながるダクトがかなり低くなっていて、ここが最低地上高の17センチになっています。多少のラフロードは走れても、やはりオンロード向けに作られた車なのは明白で、ではなんでこんな乗り心地にしたのかなというのはちょっと疑問があります。そしてパワートレインの振る舞いも市街地向きとは言い難いものです。エンジンのターボラグが大きく、アクセルペダルの反応も鈍く、トランスミッションはギクシャクしがちです。その結果、アクセルペダルを少し踏んでも思うように加速せず、加速しないのでアクセルを踏み込むと、今度はかなり勢いよく加速してしまいます。この現象が特に出やすいのが、緩やかに減速していたところから加速に移るときです。この場合、トランスミッションの反応が鈍く、キックダウンがもたつくこともあって、よりワンテンポ遅れて急加速する印象が強くなります。もちろん、慣れれば普通に動かせます。でも、よくできた車は気をつけなくてもスムーズに動かせますから、こうした挙動はいまいちと言わざるを得ません。それから、ブレーキペダルのセッティングもいまいちです。ブレーキが踏み始めに一気に効くタイプなので、油断すると効きすぎてしまいます。ここも慣れで解決する部分ではありますが、加減速両方に癖を抱えていて、油断すると車がスムーズに動かせなくなるのは道具としてあまりいいとは思えません。それから、ステアリング、ペダル類ともに車両の中心側に寄ってついています。
ステアリングはドライバーの中心から2センチほど左にオフセットしている印象です。ペダル類はこんな感じで、特にアクセルペダルが結構内側についています。こういった部分も含めて、市街地で頻繁にブレーキとアクセルを踏み替えながら走る環境では、レネゲードはいまいちな部分が目立ちます。これは感覚の部分の話なので、人によりけりなのは重々承知の上で話すんですが、正直どう運転したらしっくりくるのか分かりづらい車です。高速道路の振る舞いからして得意な速度域はそこまで高くはなさそうですし、市街地での加減速もあまりうまくありません。とすると、50キロくらいで郊外路を加減速なく流すのが似合うのかなと思いまして、アメ車っぽく窓に肘をかけて片手で流すように運転してみたんですが、ハンドルが重くてこれも合いません。エンジンとトランスミッションはどちらかというと世話しないタイプですし、運転姿勢も背中を起こしてハンドルを両手でしっかり握った方が運転しやすく感じます。どうやら答えは山坂道にありそうです。ジープレネゲードで山坂道にやってきました。山坂道でのレネゲードは、それまでのいまいちな部分を感じさせないいい走りをしてくれます。エンジンは実にパワフルで、マニュアルモードを使うと変速のキレが良く、運転していてなかなか楽しいです。トランスミッションの自動変速の制御はあまりうまいとは言えませんが、マニュアル変速で回転数を高めに保てば、ターボラグも気にならず生き生きと走れます。ハンドリングも好印象です。ゆっくり走っている時には重くて扱いづらく感じたステアリングですが、峠道で切り込んでいくとちょうどいい塩梅になります。見た目から想像するよりずっと解答性が高くて、峠道では車が一回り小さくなったように感じられます。ゴツゴツ感があって硬く感じたサスペンションも峠道ではちょうど良い塩梅です。足回りは凸凹道でもしっかりしていますし、背が高いのにふらつく感じもありません。アクセルとブレーキを積極的に使って重心の移動ができるセッティングになっているので、腕に覚えのある車好きでも結構楽しめるはずです。自分の意思でシフトチェンジをして積極的にコーナーに挑んでいくような前のめりな運転をすると、途端に車のバランスが取れてきます。山坂道を走って分かったのは、この車があくまでフィアットが作った車だということです。がっしり感のあるサスペンションは石畳の道が多いイタリア車の伝統ですし、峠道を積極的に走らせた時のバランスが良いのもやはりイタリア車ならではの特徴です。レネゲードは形こそジープですが、中身はフィアットの B セグ小型車と考えた方がしっくりきます。なんならアバルトバージョンがあってもいいくらいに感じました。今回の試乗では約300キロを走破しましたが、シートの出来はなかなか良くて腰が痛くなったりはしませんでした。背筋を起こした姿勢で座るパッケージングですが、シートの高さを目いっぱい上げても座高100センチの私がきちんと座れますし、後席の頭上もギリギリではありますが高さが足りました。それから良かったこととして操作系の使いやすさがあります。液晶ディスプレイに機能を集約しすぎていないので直感的に使えるのが良いところです。純正ナビの出来が良くないと聞いていたので、今回はスマホを接続して Android Auto を使ってみたんですが、液晶ディスプレイがとても綺麗でかなり見やすかったのが好印象でした。それからもう一つ、純正オーディオの音がなかなか良かったです。私はオーディオには詳しくないんですが、低音をことさら強調しないフラットな音でとても聞きやすく感じました。最後に
地上高について少し詳しくお話しします。フロントバンパーの下は25センチほど、リアバンパーの下は27センチほどあります。フロア部分は20センチ以上の地上高が確保されていますが、エキゾーストパイプが飛び出ているので、ここだけ17センチほどです。FF モデルのフロントバンパーの下にはゴム製のスカートのようなものがついていて、ここの下は15センチほどしかありません。このフロントのゴムのスカートに障害物が触れた地点で引き返せば、エキゾーストパイプに損傷を与えずに済みそうです。ジープレネゲードリミテッド満タン砲による燃費の報告です。今回の試乗中、約198キロの区間で燃費を計測したところ、リッター 13.2km ほどでした。ただ、レネゲードの給油口は他の車と少し違う構造になっているためか、給油ノズルを差し込む角度によってオートストップのかかり方が大きく変わります。正直なところ、あまり自信がないので、あくまで参考値として見てください。試乗のまとめです。ジープレネゲードの FF ガソリンモデルは、ジープのコスプレをしたフィアットでした。せっせとシフトチェンジをしながら走り回る方がバランスが取れる車で、ジープもしくはアメ車と聞いて連想するイメージと中身がだいぶ違います。この車は日本車のようにどんなシーンでも及第点が取れる車ではありません。どうやら故障も多いようですが、これもフィアット製品ならない話ではありません。ただ、それでもフィアットの信頼性は昔に比べて大幅に上がっていて、車としての出来も日本向きかというと微妙ですが、キラリと光る部分もあります。そういったことを受け入れて購入するのであれば、きっと良い買い物になるはずです。レネゲードには他の車にはない個性があります。今回の動画は以上となります。もし参考になった、面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。